天秤座の皆さん、こんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は9月後半のタロットリーディングをさせていただきます。そしてその前にこちらホロスコープブックのご予約いただいた皆さん、ありがとうございました。楽天ブックスさんの方で一時的にちょっと予約できなかったみたいなんですが、今は復活していますので、よろしければ概要欄から詳細ご覧ください。そして10月4日からは書店にて直接手に取ってご覧いただけますので、何かしらご自身のいいところを一つでも発見したいという方は、ぜひ今でもネット予約いただくか書店でお買い求めいただけます。こちらの特典予約ですね、先着特典予約もまだ使えますので、ぜひご活用ください。よろしくお願いします。では、いきたいと思います。9月後半のリーディングですね。はい、よろしくお願いします。9月15日の乙女座で起こる新月なんですけれども、ちょうどこの日っていうのは水星の逆行が終わって順行になりますので、今までなんとなくもやーっとしてたとか、なんか霧の中にいたなみたいな感じの方はやっとすっきりしてくるんじゃないでしょうか。お仕事とか今後の未来とか未来の計画を立てやすくなると思います。ちょっとそれも踏まえてカードを見ていきたいと思います。お願いします。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。9月後半です。スターの逆、ワンド5の逆、デビル、カップナイト、ソードナイト、ペンタクルス8の逆、ペンタクルス5の逆。気をつけることや対策はワンドページとカップキングとオラクルは、はい、ソードエースということでいいですね。ここから始まるみたいな。ちょうど9月23日からね、お誕生日迎える方も出てくると思うんですね。おめでとうございます。23日じゃなくまででもそうなんですけど、今ちょうど河川のねバイタリティも天秤座さんに入っているので、何か新しく始めていく力、こう切り開いていく力っていうものが後ろからこう押されてるみたいな感じだと思います。でご自身もせっかくだからこうしようとかああしようとか、秋のタイミングってね、いろいろスポーツの秋とか食欲の秋とかいろいろ言われてますが、何かこう始めていくのにふさわしいタイミングですよね。でそれがちょうどお誕生日でもお誕生日前でも、もしくは9月15日の新月から以降でもちょうどいいタイミングということです。でなんとなくこうご自身が夢に見ていたこととか理想に掲げていたことっていうものに近づいていこうみたいな、そういう流れがありますね。でそれはなんかすごいそれを有言実行で言ってガンガンに言っていくというよりは、そんなにアクセクしてないんだけれども、流れ的にこれは今やるタイミングかなっていう感じがして、そっちに向かっていくっていう感じです。そして少し前にこのデビルが出てるということは、何かの思いにすごくとらわれていた。おそらくですけど、これ誰かに対しての思いじゃないかなって思います。これはパートナーなのか、仕事の取引先のことなのか、先輩なのか上司なのか分かりませんが、誰かに対しての思いにちょっとモヤモヤしてたのか、ちょっと縛られていた。だけれどもその気持ちっていうのはだいぶ楽になりますね。ちょっと見てみましょうか。何かしら積極的にご自身から働きかけることによって誤解が解けたりとかっていうのあるかもしれないですね。ちょうどね9月15日から水星の逆行も終わってやっと順行になるっていうことなので、もしかしたら誤解していたことっていうのをこちらからの働きかけで解消するとか、そういうことだったのみたいな感じで誤解が解けるということもあるかもしれません。その後すぐにこのカップのナイトということで、誰かに対して優しさを差し出しているとか、優しさをもらっている、思いやりをかけてもらっている、こちらがかけているということもあり、なんだかとても9月後半って人間関係が活性してますね。まず自分は全然戦うつもりはない、別に責めるつもりもない。でもうまくいくための働きかけをすることによって関係性というのはいい形でつながる。でそれがなんだか損得関係ではなくて、本当に思いとか情報として伝えたいことがある、もしくはこの思いを伝えたいのか、聞いてほしいのか、聞いてあげたいのか、本当に損得関係
ではないいい関係を、築いていけそうな時ですね。なのでこれはお仕事においても要するに人とのつながりで仕事が発展していくっていうふうにも言えますので、ご自身からやっぱり何か話しかけていくというか声をかけていくっていうのがいいと思いますよ。はい、でそこから生まれる何か急展開の話がありだったらっていうことでなんか一生懸命急に準備し始めるっていう感じがありますね。あんまりでも急にやりすぎるとねちょっとガソリン切れになってしまったりとかするので少し長い目で見てやってほしいなっていう感じはあります。でもとてもいいですね。とてもいいタイミングなんですよね。天秤座の皆さんってね9月23日までと9月23日からっていうのはとても夜と朝っていう感じがして夜はゆっくりしましょうとか寝ましょうとか体休めましょうっていうように今までいろいろ考えていたこととか戦っていたこととか自分をなんか切磋琢磨しようって追い込んでいたプレッシャーとかそういったものがだんだん沈静して静かになりそして9月23日以降また新たにいろんな人と関わっていったりとかして活性してくる。でもそんなに勢いに乗りすぎてね一気にやるというよりはきちんとやるべきことをやっていたら一瞬ですけどあれなんか私ちょっと損したかなとか間違えたかなと思うことがあったとしても全然間違ってませんからみたいなねその努力はものすごく報われますよっていうふうに出ています。なんせオラクルがやっぱりソードエースなのでとても一つ何かねブレイクスルーするっていうかいい意味でね一歩踏み出せる2週間なんだろうなと思います。でそれがまた一人でっていうよりは誰かのサポートがついてる気がするんですよね。プロフェッショナルな誰かなのか、もしくは誰かに声をかけられることによってじゃあやろうってなってるのか誰かと一緒にやってます。人間関係は濃いです。はい、濃い感じですね。恋愛とかで言うとなんかラブラブみたいな優しい感じではなくて私たちってどういう関係なのみたいな感じで詰め寄っていきたくなるような感じなんですけどでもソフトにね話しかけてみるとちゃんと話し合えるんだなっていう感じがありそしてここからじゃあこういう感じで関わっていこうねっていうところに落ち着くっていう感じがありますね。そんな感じかな。ちょっとオラクルもうちょっとだけ見てみましょうか。ワンド5の逆また出ましたね。ワンド5の逆っていうのはやることがいっぱいあるけれども、無理強いしないみたいな感じのカードなんですね。で運命の輪の逆とあとカップページも出ているのでそうですねなんか時の流れに身を任せてみましょうって感じかな。ただやるとか行くっていうことは自分で決める。もしかしたら誰かの刺激を受けたりこちらから話しかけたりすることもあるかもしれない。だけどもあとは必要以上に走らないというか焦らずコツコツと行きましょうっていう感じがしました。できると思いますよ。そうされると思います。やりたいことはたくさんあるけどでも今やることはこれなんだって言って目の前のことをしっかりとやってる。でその目の前のことをしっかりやっていくことによって他のことがおざなりになってるんじゃないかっていう懸念が自分の中にあるかもしれないですけど全然おざなりになってませんみたいな。それこそがちゃんとバランスをとってやってるっていうことですって言われてる気がしたんですね。なので私の一番のおすすめとしましては9月23日まではゆっくり休む溶かしていく鎮静させていく。そして23日以降はもしご自身の気持ちも体も変わってきたらその流れに乗ってください。そして誰かと協力したり自分から話しかけたり話しかけられたりとかしながら活性していく目覚めていく情報を得ていく。そうすることでやることいっぱいってなっても一つずつこなしていけますよっていうのがメッセージだと思いました。ということでこの内容を皆さんの好きなように皆さんの状況に合わせて解釈して生かしていってください。はい、ありがとうございました。次回またですね、次は10月11月12月3ヶ月分まとめた星の動きの解説をしていきたいと思います。
ということでありがとうございました。何かしら良かったよとか参考になりましたという方はぜひいいねボタンやチャンネル登録、そしてコメントで教えていただけると嬉しいです。では、いい時間をお過ごしください。失礼します。